よし、入った。来た。かい。滑る滑る。危ない危ない。かい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 。よし。ふふふふふ我が名はポテチン、ラボメンナンバー001、競技のマッドサイエンティスト。そこも同じ。あ、ポテチンだ。遊びは終わりだ。I am atomic。はい、皆さんこんにちは。ポテチン餌研究所へようこそ。兵士、久々のお茶番お付き合いいただきましてありがとうございました。こっちか。ほーいん。あ、今日もだって言いたかったけど、私今日もじゃないんでね。はい、早速本題に入りましょう。今回はですね、みんな大好き工事みんな大好きウニ餌の変異型を作ろうという研究でございます。変異型とは、そう熟成ウニ餌です。パチ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 作っちゃった。またこの餌の研究とは別に新しい餌を考えたんですよ、私。まあその2つの餌の詳しい内容はですね、エンディングでお話しするとして、まずはこの熟成ウニ餌の調校動画をご覧ください。どうぞ。うしゃうしゃ。さあ、熟成させたガンガゼウニの違いが鹿児島の医師大たちにはわかるでしょうか。お魚もね、2、3日こう熟成させると美味しさが増す。グルタミン酸、違う、なんだっけ、うまみ成分グルタミン酸ですよ。グルタミン酸とイノシン酸となんとか酸、ポテチン酸、嘘です。そう、うまみ成分が増すから美味しくなるということは、ガンガゼウニも熟成させるとうまみが増す。医師大たちは大興奮。違いの分かるお魚がいた。これいつも食べてるガンガゼと味違うぞ、うまいぞ。いいですね、違いの分かるお魚、かっこいいですね。私も違いが分かる釣り師になりたい。カウンター 30.2。ポジション確認。ここは危ないからここになってよ。小魚が湧いている。
いい当たり。まだ1投目ですよ。うまみ成分が詰まったガンガゼ。そろそろ匂いがこう漂い始めたんじゃないですかね。ふわーっと。お、当たってるってる。いい感じ。初の試みで当たりがあると嬉しいですね。これでお魚が釣れたらもっと嬉しい。ちっちゃい虫が寄ってくる。好かれてる。お、ほら、いいよいいよ。味の違いがわかるのね。さすが鹿児島のお魚さん。見つけた。餌見つけた。当たってるってる。お、いいぞこれ。いい当たりだ。さっきこれぐらいの当たりで回収したらガンガゼなかったんですよね。大きなのが一口二口で食べてるのか楽しみですね。今ちょうど潮止まりで、お魚たちの食い気は立ってないとは思うんですが、魚を見つけてじゃない、餌を見つけて食べるということはするのは分かったので、潮が動き始めたらいけそうな気がする。魚さえいればね、食べてくれるでしょう。大丈夫？なんかどこまで来る？ここなら来ないかな。ここで止まって言ってもこれここに置いとこうかな。おお、結構来るね。結構来るね、高いのが。よいしょ。こっち。私は靴履いてるから。この辺は大丈夫かも。おっとっと。ここは大丈夫だろう。よっと。よいしょ。
当たってるてる。滑るからね。来たぞ。さっきから一瞬の当たりだけでガンガゼなくなってるから、やっぱ大きいのいるかも。もしかしたらあれか、ガンガゼを熟成させたことによってちっちゃい子っぱたちにはわからない、ちょっとお子ちゃまにはわからない大人の味になって大きなやつが寄ってきたみたいな。だから子っぱのわーっていうのはないんだけど、大きなやつだけが食べる。いいじゃない。それってすごい素敵な餌になってるじゃないですか。秋のイシダイズリ、大人の香りを添えてみたいな。今日のテーマ。当たってるってる。おっと。おお、いいじゃん。ああ。めっちゃ食ってる。おお、いいじゃん。よし、入った。来た。オッケー。よし。はい。おお、滑る。危ない。来い。よし。どうかな、突っ込むけど。上がってきた。うわー、久々登場だよ。イラちゃんだよ。うわー、やった。久々のイラちゃんが釣れました。久しぶり。ありがとう。どこにあげようかな。そっちがいいかな。熟成されたガンガゼウニの大人の味がわかるイラちゃんが釣れました。なかなかいいサイズです。ちょっと大きさがわかるかな。大人なイラちゃん、美味しかったですか。しっかりかかってますね。よし、熟成したウニでも釣れることが分かりましたね。 OK、 検証大成功です。はい、元気なイラちゃんです。おーい、元気です。はい、ただイラちゃんは今日のターゲットではないのでリリースしたいと思います。ありがとう、久しぶりですね。滑るな。当たってる。やばい、足滑る。しゃべる。潮が動き始めましたね。無事に1匹目イラちゃんが釣れました。イラちゃんのいるところにイシダイはあり。一緒に仲良く泳いでるはずなので、次こそイシダイ。お、来たね。この勢いでポンポンって2、3匹本石来ないかな。ほら、数日かけて美味しくしてきたんだよ、ガンガゼを。本石っぽくない本石っぽくはないが、いやでも釣り上げるまではわからない。イラちゃん本石って言ってバーってなるかもしれないからね。熟成させたウニでも餌持ちはかなりいいですね。普通の生きガンガゼとそんな変わらないんじゃない、変わんないんじゃないですかね。こんだけ当たりがあってガゼなくならないってことはちっちゃいのかな。
今パンってなったぞ。ここでいいんじゃないか。潮が満ちてきて足が疲れ始めて、まだまだ全然満ちてくる感じだったので場所移動しました。場所移動したけどちゃんとお魚いた。よかった。熟成ガゼの匂いがいいんですかね。ただちょっと場所移動するのにちょっと時間ロスしちゃった。あれ満潮まで私あそこで釣りしてたら多分この辺ぐらいまで使ってたかもさあさあ石鯛さん、寄っておいで、見ておいで、見てらっしゃい。寄っておいで、見てらっしゃい。世の中にはうまい話には裏があると言います。きれいな花にはトゲがある。そしてうまいガゼには針がある。新しい言葉ができましたね。うまいガゼには針がある。針がある。さあおいで。お、枯葉がふわふわっと落ちていきました。秋って感じですね。おし、来た。当たってるってる。来い。うまいガゼには針がある。どうだ、うまいか。うまいだろ。ほら、潮もガンガン流れて、おいしいご飯も漂ってきて、よいし、来い来い。ちょっとこれは本石ではないか。グッといったぞ、グッと。よし、あっちゃっち。すごい勢いだったな。これはイラかな。お、ついてる。よしよし、オッケーオッケー。重りが引っかかってたんだね。よし、来い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 。そんなに大きくはないが、よし来い。もう石上がってきたら嬉しいな。あう残念残念ではないけど、まあ可愛いイラちゃんでした。なるほど。まあ、とりあえずイラちゃん2匹目ゲットです。やった。ちょっと風が出てきたのとうねりが出てきたので、これラストにしたいと思います。まあ最後まで諦めはしませんけど、魚釣り餌シリーズ熟成させたガンガゼ編、超過としてはイラちゃんが2匹、
まだ本石は釣れておりませんけど、イラが食べるってことはちゃんと本石とかガキとかも食べると思うので、まあいい餌なんじゃないですかね。通常はね、みんなこう買って海とかにこうつけといたやつを釣りに行く時に直前に引き上げて持っていくっていうのが通常ですけど、急に明日釣り行けなくなった、明後日なら行けるのにってなった時にね、こうちょっともう持って帰ってきてしまい、どうしようってなった時に熟成させてもお魚釣れるんだったらいいですよね。近頃ガゼがなかなか手に入らないって言われる底物師の方々がいらっしゃるので、最後に本石来ないかな。あと1匹ラスト、本石しましま来い。わーい、釣れた釣れた。熟成ウニでお魚釣れた。まあ今回は本石とかガッキーではなかったですけど、それでもイラちゃんが釣れたということは、あそこにもし本石とかガッキーがいたとしたら釣れてたはず。むしろまあ釣れるであろうということが分かりました。しかもですよ、イラちゃん1匹じゃなくて2匹釣れたので、もうこれは熟成ウニはイシダイ釣りには有効ということが証明されましたね。イラちゃんありがとう。しかも今回の釣り場はですね、誰も底物をしてない釣り場だったんですよ。というのも本ポイントはまあ別にあったんですが、そこにもうちょっと他の釣り師の方がいらっしゃったので、どうしようポイント、でもせっかく来たから釣りするか竿出すかってことで、なんかとりあえず適当な釣りができそうなところを探して釣りしてたんです。それなのにもかかわらずお魚が釣れたということは、ちゃんと熟成ウニがお魚を寄せる力があったということですよね。いい匂いがしてたんでしょうね。イラちゃん大興奮で連れてくれましたけども。そうだ、今回の熟成ウニを作った目的言ってなかったですね。目的、簡単に2つあるんですよ。まずその1、海がしけて漁師さんがウニを取ることができない時に、しけの後にベタなぎの時ってあるんですよ。そんな時に餌ない、釣り行けないってなるのを解消したいっていうのがまず1個目。目的その2、これはですね、論文にちょっとね、いい記事というか書いてあったのがあって、論文によるとイシダイは匂いに敏感ではあるんですけど、チヌより嗅覚が劣っているってことなんですよ。その根拠はチヌの嗅覚器官は58枚、一方イシダイは24枚。そう、イシダイの方が少ないんですね。なので魚類の中でも群を抜いてイシダイの嗅覚が優れているかって言われると、実はそうじゃないってことが書いてあったんです。だったらアミノ酸の数値を引き上げて、つけ餌の匂いをねこう増強させて、もうなんかいっぱいというかわーって広がるような匂いに強くさせて、そのつけ餌の存在に気づいてもらおうじゃないかってことで、今回の、熟成ウニ餌を作ってみました。さて、熟成ウニ餌の作り方ですが、まず生きたままのウニのトゲを切ります。すんごい長いやつね。私ガンガゼ使ってるので切ります。で、生きたままのウニの口を上に向けて冷蔵庫に入れてください。熟成期間としては2日から3日がいいと思います。4日以上はですね、まだやったことがないので何とも言えないんですけど、ただあまり熟成させるとタンパク質の分解が多分進みすぎて、ウニの芯が崩れやすくなって餌持ちが悪くなるんじゃないかなって私は思うので、2、3日がいいと思ってます。ちなみにですが、魚の熟成はですね、2度から5度の温度で熟成するのが好ましいと書いてありました。かつ氷水の中で熟成させるのがいいと言われているんですね。なんですけど、私の中で簡易的っていうのを結構重視したかったので冷蔵庫で入れました。
冷蔵庫で入れました。冷蔵庫に入れて熟成させました。また熟成する時は冷蔵庫のチルド室が好ましいとなってたんですけど、普通の家庭用の冷蔵庫のチルド室ってそんなに大きくないじゃないですか。うちの冷蔵庫もそんなチルド室大きくないから入らないので、もう冷蔵室って言ったらいいのかな、冷蔵室で試しました。でここ重要、絶対に生きたウニを冷蔵庫に入れてください。死んだウニをね冷蔵庫に入れるのと生きたまま入れるのとでは本当に匂いが全然違います。多分誰でもわかるんじゃないかなと思います。で死んだウニだと冷蔵庫の中がもう全部すごい匂いに、支配されます。おそらくバクテリアとか細菌の増殖によって自己免疫じゃなかった自己酵素の働きに何かしらの影響を及ぼしているんじゃないかなと、私の勝手な予想ですけどね。天気も予報できないのに。でウニの熟成がうまくいった時の匂いは、少しなんか甘苦いスッとした匂い、なんか匂いの表現って私すごい下手くそなんですけど、もわっとしてない匂いです。どんな匂いなんだろう。難しいですね、表現ね。で失敗した時の匂いはドブみたいな匂い、ヘドロみたいな匂いって言ったらいいのかな。石鯛釣りしてて釣りが終わった後のガンガゼとかちょっと傷んだウニの匂いとはまた違うんですよね。その傷んだウニの匂いはこれも何とも言えない臭さなんですけど、この表現も難しいですね。底物する方はねその匂い嗅いだことがあるので、とりあえず臭いというのだけ、お伝えしておきます。そして、今回のですね実験を通して新たな発見がありました。見つけちゃいました。それはですね、エビとかカニをウニにすることができるっていうのを私は見つけてしまったんです。エビとかカニをウニにするってどういうこと、何言ってんだおめえみたいな感じに思われる方もいるかもしれないんですけど、またねそこはちょっとまだ研究途中なので、研究がうまくいったら動画にして皆さんにご報告したいと思っております。これですね、エビとかカニをウニにできたのであれば、食い込み抜群のヤドカリにも勝る最強特攻餌を作れることになるんじゃないかなって思ってるんですよね。であまり詳しく言ってしまうとこういう作り方ですって言ってしまうと、釣り餌業界に私バーンってされるかもしれない。バーンってされるかもしれないし、もしくはねそういう方々の変な餌作るやつリストみたいなリストに加えられてしまうかもしれないので、ちょっと恐る研究したいと思います。もう手遅れかもしれないんですけどね、もういろいろなんか作っちゃってるから。ということで、なんか今日というか今回はちょっと真面目な感じでね、ほーい今日もだ石鯛釣りのなんかもろもろお話をしましたけれども、これからねますます石鯛釣りが盛んになってくる季節でございます。もっとなんか今まで夏場ちょっと行けなかった分、これからいっぱい石鯛釣りに行って楽しみたいと思っております。では今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆さんお会いしましょう。ポテチンでした。またね。バイバーイ。